皆さん、こんにちは。オッキーです。今日はクリントンストリートベーキングカンパニースタイルのパンケーキを作ります。クリントンストリートベーキングカンパニーは、マンハッタンのローアーイーストサイドにある行列のできる有名店。中でも、このとってもアメリカンなパンケーキはお店の看板商品ともなっています。では、早速作っていきましょう。必要な材料は、アメリカ式と日本式両方で表記しています。概要欄にも記載しますので参考になさってください。まずは材料と道具を揃えます。卵は室温にしておきます。今回は耐熱ガラスのメジャーカップがあるとレンジにかけられるので便利です。粉類を計量します。小麦粉2カップ。アメリカンベーキングでは計量にカップを使います。1カップは容量 237ml。小麦粉1カップはだいたい 125g です。こちらはすり切り用に使っているステンレスの定規。容器の中でよく攪拌して粉に空気を含ませてからカップにざっとすくって押し込まないようにさっとすり切って測ります。同様にもう1カップよく攪拌しざっとすくってさっとすり切る。簡単ですね。グラニュー糖3分の1カップ 70g を加えます。これはオーガニックシュガーなので少し茶色い色がついています。続いてベーキングパウダーを測ります。ベーキングパウダーは冷蔵庫に保存しておくのがおすすめです。分量は2ティースプーン。日本の小さじと同じ 5ml の計量スプーンです。次に塩を測ります。ハーフティースプーン、小さじ1/2。塩が入ることで味が引き締まります。ヒマラヤンピンクソルトも混ざっているので、ちょっとピンク色の塩を使っています。粉類を全部測ったら、泡立て器でよく混ぜて均一にします。こうすればダマもできません。泡立て器はなるべく大きいものがおすすめです。液体類を測ります。耐熱ガラスの計量カップに牛乳を2つに分けて測ります。こちらは1カップメモリの計量カップ、牛乳ハーフカップ 118ml。メモリは必ず真横から見るようにしましょう。こちらの大きい方は4カップ測れる計量カップ、ミリリットルのメモリもあるので便利です。大きい方には牛乳1カップ 237ml を測ります。1カップ分の牛乳は耐熱ガラスでなく普通のボウルを使ってもいいのですが、メモリと持ち手と注ぎ口があるこの計量カップが便利なのです。ハーフカップの牛乳にバター大さじ6を加え電子レンジで溶かします。このバターはケリーゴールドというブランドのヨーロピアンタイプ。とてもクリーミーで美味しいです。電子レンジに1分ほどかけて溶かします。卵を黄身と白身に分けます。卵白用のボウルは油分・水分がないきれいな状態のものを用意します。卵は室温に戻しておきます。こちらの1カップの牛乳に卵黄を入れます。卵は必ず1個ずつ小さい別のボウルを使って卵黄と卵白に分けましょう。卵黄は牛乳の中へ、卵白はボウルに入れます。こうして1個ずつ作業すれば殻が入ってしまっても取り除きやすいですし、うっかり卵黄が割れて卵白と混ざってしまっても3個分全部台無しになることを防げます。卵白を泡立てましょう。卵白の泡立てにはもちろん電動のハンドミキサーなどを使っても良いのですが、今日は泡立て器を使って手で混ぜていきます。泡立てる時のコツは、ぐるぐると丸く混ぜるのではなくて、泡立て器を直線で往復させること。
この方が動きに無駄がなく、早く泡立ちます。そうは言っても3個分なので、それなりに時間はかかります。これからパンケーキを食べる分のカロリーをここで消費するつもりで頑張りましょう。この泡立て器は、先ほど粉類を混ぜたのと同じものです。ほぼ最後まで混ぜの作業はこれ一つでできるので、洗い物も少なくて済みます。卵白を泡立てる時のもう一つの注意点は、ステンレスやガラスのきれいな乾いたボウルを使うこと。プラスチックのボウルだと、きれいに洗ったつもりでも油分が残っていたりして泡立ちを阻害することがあります。さあ、もう一息です。液体の材料を合わせます。牛乳と卵黄、そして牛乳とバターを一緒に溶かしたもの。バニラエッセンスを加えます。ニールセンマッセイのものが上質でおすすめです。分量はハーフティースプーン小さじ1/2分の1。結構たくさん入れるのがアメリカンベーキング式。先ほどの泡立て器を使ってよく混ぜておきます。ここに溶かしバター牛乳を加えます。牛乳なしの溶かしバターだけで加えると、バターが粒状に固まってしまうことがあるので、この手順がおすすめです。これで卵白、牛乳卵バター、粉類の3つが揃いました。では、合わせていきましょう。まずは粉のボウルに牛乳卵バターを一気に入れます。この後の混ぜ方にコツがあるのでよーく見てください。まずはぐるっと大きく混ぜたら、粉の塊を潰すようにトン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 とします。トン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 、ぐるっ、トントントン、ぐるっ。絶対にぐりぐりと混ぜないこと。結構ダマが残っている、こんな状態で手を止めます。こんな感じです。次に卵白の半分の量を加えます。まだ泡立て器で混ぜていきます。ここでも卵白の泡を潰さないように大きく混ぜます。まだ卵白がかなり見えている状態ですが、これで OK です。最後はヘラに持ち替えて残りの卵白を混ぜます。ヘラもなるべく大きいものがおすすめです。卵白の気泡を潰さないように大きく混ぜますが、塊の大きいところはヘラで撫でて鳴らすようにすると良いでしょう。底の方から大きく混ぜます。混ぜすぎないように注意します。卵白の塊をなじませてから大きく混ぜる。こんな感じで生地の完成です。では焼きましょう。今日はキャストアイアンスキレット 9.5 インチと12インチのもの2つを使っていきます。スキレットを温めてバターを溶かします。生地を落とすときはこんなアイスクリームディッシャーを使うと大きさも揃いますし、生地が垂れないので便利です。小さい方には2枚か3枚、大きい方のスキレットには3枚か4枚分のパンケーキが入るでしょう。表面に気泡がプツプツと見えてきたら、そこの焼き色をチェックします。
いい焼き色がついたらひっくり返します。もう片面も美味しそうな色に焼けたら完成です。すぐに食べ始めてもいいけれど、残りの生地を全部焼き終わるまでは、こういったベーキングシートに乗せてオーブンで保温しておくといいでしょう。オーブンの温度は170度から200度 F ぐらいです。続けてどんどん焼きます。常にバターはたっぷり使いましょう。お好みでブルーベリーをトッピングしても美味しいです。こちらはバナナの輪切り。この他に刻んだくるみやチョコレートチップを入れるなど、好きなバリエーションをお楽しみください。ちなみに、この時に愛用している小さなヘラは、オクソというブランドのもので、シリコンタイプとステンレスタイプのものがあります。大きく焼いたブラウニーを切り取ってサーブするときにもぴったりのサイズです。さあ、どんどん焼きますよ。美味しそうですね。ちなみに、こちらの薄いヘラは、生協で買ったものです。これも長年の愛用品です。両面をこんがりと焼きます。バナナがとろーっとして美味しそうです。さあ、まだまだ続けて焼きますよ。この生地の分量で、この大きさのパンケーキがだいたい18枚か20枚ぐらい焼けます。ブルーベリーも美しい焼き上がりです。一気にたくさん焼いておけば、冷凍保存して、食べたい時にトースターで温めて食べることができるので、ぜひたくさん作ってください。卵白の泡が潰れないうちに焼いてしまった方がいいので、どんどん焼きます。最後に残った生地はまとめて1枚に焼いてしまってもいいでしょう。外側はカリッと、中はふんわりしっとり、バターの風味たっぷりのとても美味しいパンケーキです。お好みでパンケーキに添えるホイップクリームを用意します。私が生クリームを泡立てるときに重宝しているのが、この柔らかいアイス枕。特に赤ちゃん用のこれは平らめなところが良いのです。生クリームは動物性のものはヘビークリームと言います。このオーガニックバレーのものもいいですし、ホライゾンブランドのものも美味しいです。分量は適当です。グラニュー糖を入れます。甘さはお好みで、これも分量は適当です。バニラエッセンスも入れます。これまた分量は適当です。適当っていうのはちょうどいいっていうことですね。ここではボウルの大きさに合わせて、先ほどよりは小さめの泡立て器を使っています。泡立てのコツは、卵白と同じ丸くではなく直線で往復させます。生クリームは電動ミキサーで泡立てるとすぐに泡立てすぎになりがちなので、
私は手混ぜすることが多いです。では、いただきましょう。お好みで果物やホイップクリームを添えて、そしてメイプルシロップをたっぷりとかけて召し上がってください。とってもアメリカンなパンケーキいかがでしたか？ぜひ作ってみてくださいね。ご視聴いただきありがとうございました。いいねボタン、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。